序文。トルコ戦争、1877年から1878年が終わった後、私は一連の東方旅行を企てた。バルカン半島では、多少なりとも有名な場所にはすべて足を運んだ。その後、中央アジアのコーカサス地方へ向かい、ペルシャにたどり着き、ついに1887年に、子供の頃から憧れの国であったインドに向けて出発した。この旅行の目的は、インド大陸に住む諸民族及びその習俗、神秘に包まれた太古の歴史、威厳に満ちた巨大なこの国の文明を現地で観察し研究することであった。無計画にあちらこちらを放浪してアフガニスタン山岳地帯まで到達し、そこから絵に描いたようなボランやゲルナイの山道を通ってインドに入った。インダス川をラーワルピンディまで登り、5つの川が流れるパンジャブ地方を横切り、アムリトサルのゴールデンテンプルとラホール近くにあるパンジャブ国王、ランジット神の墓を訪れた。私が次に足を向けたのがカシミール、すなわち永遠の幸福の谷であった。さらに私は、自分の好奇心を満たすために、再び長旅に出た。そしてラダックまでたどり着いたとき、カラコルムと中国領トルキスタンを通ってロシアに戻ろうと決心した。旅路の途中、私がある仏教僧院を訪れた時のことだった。僧院長のラマ僧が、私に興味深いことを教えてくれた。ラサの古文書保存書にはイエス・キリストと西洋の国々について書かれてある極めて古い記録が残っており、いくつかの大きな僧院にはその写本と訳文があるというのだ。私が、これらの国々を再び訪れる機会はもう来ないだろうと考えたので、私は欧州へ戻る日程を延期し、しかるべき労力を費やして、その写本をどこかの大僧院で手に入れるか、または、なんとかラサまで行き、その写本に関する詳しい情報を探そうと決心した。極めて危険で困難な旅であればあるほど、人は心を惹かれるものだ。それに、私はそれまで危ない目には無数にやってきたので、臆する気持ちは全くなかった。ラダックの首都、レーに滞在中、近郊にあるヒミス大僧院を訪れた時のことだ。僧院長のラマ僧は、問題の書物の写しがいくつか僧院内の書庫内に残っていると私に語った。私はロシア人であり、僧院を訪れた目的について上層部に妙な疑いをかけられると、後々、チベットへ行く時に面倒なことになる。そこで私は、そのことには、それ以上触れず、例に戻る途中、ラダックの首都を離れてインドに向かうことを決心した。ところが、その帰り道で、私は転んで足を骨折してしまい、思いがけず僧院に連れ戻されて、応急処置を受けた。足が治癒するまでの間、私はラマ僧たちと一緒に過ごすことになった。それを行幸として、私はイエス・キリストに関する写本を、書庫から取り出す許可を僧院長から得て、私の通訳が、その内容をチベット語から翻訳してくれた。ラマ僧が読み上げる詩文を、私は熱心にノートに書き取っていった。この書物は、バラモンの歴史家や特にインド及びネパールの仏教徒たちの手で、極めて正確に歴史的事実が記述されており、信憑性については疑う余地がなかったので、私は、欧州へ戻る途中、この翻訳を出版しようと決心した。その目的を達成するため、私は、宗教界でも特に高名な何名かの聖職者のもとへ出かけ、私のノートを読み、感想を聞かせてほしいと懇願した。キエフで高名な聖職者であるプラトン氏と大司教は、この発見の重要性を認めてくれた。しかし、これを公開したら私に害が及ぶだけだと言って、私がこの覚書を世に出さないように熱心に説得した。なぜ？私は大司教に理由を尋ねたが、彼はそれ以上詳しく語ることを拒否した。しかし、考えてみれば、大司教と会話をしたのはロシアである。このような著作を検閲によって禁止するという事態は十分に考えられる国だ。私は時期を待つことにした。1年後、私はローマにいた。私は、法王に大きな影響力を持つ某、枢機卿に、自分の原稿を見せた。彼からの返事は次のようなものだった。これを印刷して何になるというのでしょう。
こんなものを重要だとみなす人などいません。あなたの敵が増えるだけのことです。あなたはまだ若い。もし金銭的なことを気にかけていらっしゃるのなら、あなたがこれまで費やした時間や経費をすべて十分に賄えるほどの金額で、この原稿を買い取るように手配することもできます。もちろん、私は、その申し出を拒否した。パリでは、ロッテッリ枢機卿に私の計画を打ち明けた。この枢機卿とはコンスタンチノープルで知り合いになっていたからだ。彼もまだ時期が熟していないという理由で、私の原稿の出版に反対した。彼は、こう付け加えた。教会は、このような新しい無神論的、思想潮流に嫌というほど悩まされています。こんな本を出せば、福音書の教えを中傷し馬鹿にする連中に新しい餌を与えるようなものなのです。すべてのキリスト教組織のために、ぜひ思いとどまっていただきたい。その後、私はジュール・シモン氏を訪ねた。彼は、私の報告を極めて興味深いと述べ、出版にこぎつける最上の方法について、ルナン氏に助言を求めるよう勧めてくれた。早速その翌日、私は、この偉大な哲学者と、彼の書斎で会話した。彼は、話の終わりに、この原稿を彼に預けるように提案した。そうすれば、フランス学士院に報告できるかもしれないというのだ。この提案は、誰がどう見ても、非常に魅力的だったし、私の自尊心をくすぐるものでもあった。しかし、私は、内容をさらに見直したいという理由をつけて、自分の原稿を持ち帰った。このような役割分担を受け入れたなら、私は司書を発見したという名誉しか与えられず、一方で高名なイエス伝の著者は、発刊と注釈の名誉をすべて独り占めしてしまうだろうと思われた。私は、この司書の翻訳文と私自身の注釈を出版するだけの準備は十分に整っていると考えていたので、ルナン氏の極めて親切な申し出を断った。しかし、私はこの巨匠を常に深く尊敬していたので、彼の感情を傷つけないように、彼の死まで待つことにした。彼の体全体が衰弱していることから判断すれば、そのような運命の日はそれほど遠くないと思われた。ルナン氏が死んで間もなく、私はジュール・シモン氏に手紙を書いて助言を請うた。彼は、覚書を世に出すべき時期については、あなた自身が判断すべきだと返答してきた。そこで私は、原稿を整理し、この司書が本物であると宣言する権利を確保した上で、これらをここに公開する。私は、注釈の中で、これを記録した仏教徒の編纂者たちについて議論を展開しており、これを読めば彼らが正直で誠実であったことが理解できるだろう。さらに付け加えるなら、学会は、私の報告を批判する前に、学術遠征隊を組織して、現地でこれらの原稿の内容を精査し、その歴史的価値を確認していただきたい。これは、それほど多くの予算は必要としないはずである。ニコラス・ノトビッチ。追伸。私は、旅行中に非常に興味深い写真をたくさん撮った。しかし、インドに戻ってネガを調べてみると、それらが全くダメになっていた。このため、本書の挿絵は、ヒマラヤへの旅行経験がある友人のオーベルニュ君の行為にすがることになった。彼は、本書のために、寛大にもいくつかの写真を提供してくれた。